皆さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるーくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。今回は私のアルバイト体験、日本で人気のアルバイトについてお話ししようと思います。アルバイトっていうのはパートタイムでする仕事のことで、正社員と比べて働く時間も短くて自由な働き方ができます。バイトとも言いますね。ドイツ語が由来らしいです。日本では中学校を卒業してからアルバイトをすることができるようになります。私の中学、高校はアルバイト禁止の学校だったので、私は大学生になってからアルバイトを始めました。大学生の時は勉強しないでバイトばっかりしていましたね。今日は私が今までどんなアルバイトをしてきたのかをお話ししていこうと思います。私が人生で初めてやったバイトは、イタリアンレストランのホールの仕事でした。料理を運んだり、注文を取ったりする人ね。私は高校生の頃からアルバイトにすごく憧れていて、特にレストランの店員さんがかっこいいなって思ってたから一番にそこに応募したんです。で、面接に合格してやる気満々でね、いざ働き始めたら本当に仕事ができなくて私自分でもびっくり。サーバーの仕事ってマルチタスクが求められるじゃないですか。オーダーを取って、お料理を運んで、ドリンク作って、テーブル拭いて、みたいな。いろな仕事を同時に素早くやらないといけないですよね。それができなくて、一つ一つだったらできるんですけど、一気にやれって言われたら、もう、どれを最初にやればいいのかわからなくなってしまっていました。あのお客さんにリンゴジュース渡して、あの席のオーダー取って、新しいお客さん来ちゃったやばいみたいな。もうなんか、てんやわんやって感じ。あと私って、大きい声を出すのが昔から苦手で、そのレストランでも、いらっしゃいませとか、もっと大きい声で言ってねって注意されていました。自分では精一杯声を出しているつもりだったので、やっぱり声小さいんだなと思って落ち込みました。あと、笑顔が足りないとか、いろいろ注意を受けて、自分って周りから見たらこんな感じなんだなと、自分を見つめ直すきっかけになりました。渋谷にあるレストランだったからかなり忙しくて、これは私には無理だとなって辞めちゃったんですけどね。そこは4ヶ月ぐらい続けた気がします。あと私カナダにいた時にイタリアンレストランで働いたことがあります。日本と違っていて面白かったです。私はサーバーアシスタントっていう担当で、料理を運んだり、テーブルを片付けたり、ドリンクを作ったりする役割でした。そう、注文を取るサーバーは別にいて、明確に役割分担がされていたんですよ。あと席に案内したり予約を管理する担当もいました。これは日本ではあんまりされていないことで、
超高級レストランとかだったら役割分担されていることもあるかなって感じです。自分がやらないといけない作業が少ないので、日本のレストランより個人的にはやりやすかったです。あと違いとしては、ネイルと髪型。日本のレストランだと、店員はネイルはしちゃダメだったり、髪の色は暗い色じゃないとダメだったりっていうルールがあることが多いです。でもカナダのそのレストランは結構高級だったのにそういうルールがなくてびっくりしました。お客さんとの距離も近くて楽しかったです。あとカラオケでもバイトしていました。カラオケはね、汚かったです。とにかく。夜とかは大人数でお酒を飲みながら歌う人が多いので、床にお酒がこぼれていたりして、とにかく汚かったです。キッチンとかも結構汚くて、あとカラオケの宣伝でティッシュ配りもしました。よく駅前とかでティッシュ配ってる人いるじゃないですか。あれです。個人的にこれが結構辛かったです。なかなか受け取ってもらえないのに、全部配り終わるまで戻ってきちゃダメって言われて、2時間とか3時間とか、道でティッシュを配り続けました。冬だったのでめっちゃ寒かったし。でも良かったところもあって、カラオケが割引になるところは良かったです。あと、そこのカラオケは3階建てのカラオケ屋さんだったので、他の店員さんと連携を取るために、インカムって言って、トランシーバーみたいな、遠くの人と会話ができるやつを使っていて、それはちょっとかっこいいなって思ってました。あとは、塾の先生もやっていました。生徒がたくさんいる集団塾ではなくて、個別指導塾って言って、先生一人対生徒一人のタイプの塾でした。家庭教師は生徒の家に先生が行くんですけど、個別指導塾は塾に先生がいて、生徒がそこに来るって感じです。日本だとよくあります。私は小学生、中学生、高校生に英語とか国語とか社会とかを教えていました。私数学はできないのでそれは教えられなかったんですけど、塾のバイトは結構楽しかったですね。大きい声も出さなくていいですし、担当していた生徒が合格した時とかすごく嬉しかったです。あとスポーツジムの監視員とか、パン屋さんとか、居酒屋さんのキッチンとか、いろいろやっていました。どのバイトもいい経験だったなぁと思っています。さて、ここからは、日本で人気のバイトについてお話ししようと思います。一つ目は、スターバックス。これはものすごく人気です。特に学生とかの若い人に人気ですね。時給はとても低いんですけど、みんなの憧れのバイトです。なんかキラキラしたイメージがあるんですよね。スタバで働いてる人って。おしゃれなイメージ。大学生のうちにスタバかユニクロのバイトをしておくと、就職活動で有利になるっていう噂もあります。スタバの店員さんは気遣いができたりとか、愛想がいいイメージがあるので、面接官にいい印象を与えられるのかもしれないですよね。
2つ目はテーマパークです。ディズニーリゾートとか USJ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかです。これは普通にそのテーマパークのファンが多いっていうのもありますし、ファンじゃなかったとしても楽しそうですよね。結構倍率が高い。応募する人に対して受かる人が少ないので、私の周りにはやってる人はいなかったです。あとは居酒屋バイトも若い人には人気ですね。居酒屋は日本の伝統的なレストランみたいなところでお酒とか料理を気軽に楽しめるところです。居酒屋はとにかくお店の数が多いので、その分募集している人も多いです。なので私の周りでもやってる人がたくさんいました。働いてる人は若い人が多いので、友達ができるっていう面でも人気だと思います。はい、今回はアルバイトについてお話ししました。皆さんは日本でやってみたいバイトとかありますか？特になければ、今までやってきて楽しかったアルバイトを教えてください。ということで、本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。